Peggy 18.こんにちは。バイオハザードゼロ HD リマスタープロデューサーの竹中です。今回も DLC デザインコンテストに参加してくださったファンの方のためにバイオゼロのここだけの情報をお伝えしたいと思います。一緒に紹介してくださるのは13年前のオリジナル版バイオゼロのディレクターも務めました小田ディレクターです。小田です。よろしくお願いします。ところで竹中が着てる T シャツ、それバイオの T シャツ？そうなんですよ。今回ですね、T シャツのデザインコンテストということで、僕が持ってるバイオのデザインのね T シャツをいろいろと着てきてたんですけれども、小田さんね、気になるのそこじゃないですよね。これじゃなくてですね、今回ですねバイオハザードゼロとバイオハザードが一つになったバイオハザードオリジンズコレクションというのが発表されましたので、さまざまな開発用のデザインからバイオゼロのオリジン、つまり起源に迫っていきたいと思います。ということで解説しっかりよろしくお願いしますね。わかりました。まずは主人公のレベッカですね。これはプロトタイプ版のレベッカですよね。そうですね。これは雑誌などにも使えるように書いたものなんですけど、プロトタイプ版自体がなくなりましたからほぼ使われていないアートですね。そして次のアートですけれども、これはなかなか個性的なレベッカですね。はい、これはフリーのイラストレーターの方に描いてもらったレベッカですね。当時この方にクリーチャーなどさまざまなデザインのベースを起こしてもらっていました。いろいろなクリエイターが参加していたんですね。そういえばバイオゼロといえば開発はトーセさんというリベレーションシリーズでもおなじみの開発会社に協力していただいていたのですが、普通開発会社にお願いするというと全てお願いするイメージがありますけれど、バイオゼロとは違っていたんですよね。そうですね。カプコンのスタッフも多く関わっていて、まさに共同チームというような感じでした。今回も実は13年前のスタッフが多く集まってもらっているので非常に心強いですね。この設定がおそらくそういう共同作業の中から生み出されたものだったと思います。そしてレベッカ最後の画像ですが、これ注目してもらいたいのはこのコメントの部分ですね。こうやってあれですか、バイオゼロからバイオ1へつなげる演出を考えていたんですね。そうですね。でもこれは最終的には発売されたリメイクのレベッカからバンダナがなくなったためにドッグタグへと変わりました。さて次はビリーですけれども、これビリー全くイメージ違いますね。この時はどういうキャラクター性で作ろうと考えてたんですか？最終製品版ではレベッカとの協力を進めるうちにビリーについても情報が明らかにされていくんですけど、最初期のシナリオでは敵か味方か展開次第では最後の敵にという風な流れもあったので、見た目からして悪の印象も押し出されるデザインになってましたね。このデザインだったらバイオゼロ全然違ったゲームになってたでしょうね。そうですね。これは今のビリーに近いですね。今のビリーが生まれるまでにはやはりいろいろと試行錯誤があったんじゃないですか？基本囚人ということで何にも身につけてない、含む没個性で地味っていうところでどうにも花がないっていうところは関係者悩みました。なんとかアクセントをつけられないかというところで最後に行き着いたのが右腕のタトゥーと壊れかけの手錠でした。さてバイオゼロのオリジナルキャラクターとして欠かせないのはやっぱこの謎の青年だと思うんですけれども、彼はどんな経緯で生まれたんでしょうか？何もかもが謎に包まれた男という感じで、それまでのバイオシリーズにはなかなか見られなかった雰囲気のキャラクターにしようと、コスチューム、透明感がありつつもまがまがしい歌を歌う、キルを操るといくつかの特徴が比較的早い段階で決まっていきました。なるほど。はい、では次はゾンビを見てみましょう。バイオといえばやっぱりゾンビですよね。いろんなゾンビが考えられていたようですが、ゾンビについてゼロならではのこだわりって何かありましたか？はい、ゲームの中では複数で襲いかかってくるイメージが強い敵ですが、元はそこにいた人間たちでどんな役割を担っていたのかが分かるような生活感の流れを感じさせるような格好や雰囲気、
あと欲望に忠実でありつつもどこか哀愁も感じさせるような表情作りにはこだわりました。また個体の作り込みをより自然なものに感じさせるバリエーションの多さにもご注目いただきたいところです。バイオゼロは序盤列車が舞台になっているので、それに合った衣装のゾンビが多いですよね。それでは最後にその他のクリーチャーを見ていきましょう。ここではですね、ボツになったクリーチャーを中心に紹介していきます。まずこれですけど、資料を見ると DALI ダリという名前がついてますね。もともとは天井に眉ごと張り付いていて、ぬめっと追いかぶさってくる敵が進化を遂げると地面にも降りてくるという設定だったんですけど、なかなか天井を見せるのも見上げさせるの難しかったのと、何の生物かよくわからない形状が他のクリーチャーとの横の比較で浮くなということで、次第に昆虫型へとシフトしていき、最終的にはプレイグクローラーになりました。これはクモが人間にしがみついて操ってるんですか？これはクモがゾンビに寄生して、ゾンビとクモの両方の特徴を生かした動きをしてくるという敵になる予定でした。ダリと同じようにバイオの世界の中でもちょっと飛躍しすぎてるなということでボツになりました。そういうバイオらしさって結構みんな意識して作ってますもんね。そしてこれが一番気になったんですけども、これウェスカーズモンスターって書いてますが、ウェスカーがこういうクリーチャーになる予定があったんですか？いや、これはそういうわけではなくてですね、謎の青年というキャラもいなかった初期、ウェスカーの陰謀で次々とブラボーチームが殺害されていくという過程をたどるというシナリオでした。その時ウェスカーが飼いならしてスターズを育てるという役目を担っていたのがウェスカーズモンスターと書かれている由来です。でもそのシナリオだとすでにバイオ1をプレイしている人にとっては分かりきっている流れになりますし、自由度の低いゲーム展開になりますから、ウェスカーが首謀者というシナリオごとなくなりました。ちなみにこのクリーチャーはデザインの変遷を経て後にエリミネーターになりました。なるほど。はい、というわけで第3回目いかがだったでしょうか。コンテストも残り1ヶ月、どのデザインが DLC になるのか、皆さんの投票でぜひ決めてください。またですね、デザインの方も募集しておりますので、こちらの方もお待ちしております。さらにですね、このデブダイアリー、皆さんもっと見たいという方いらっしゃいましたら Facebook のコメントや Twitter のリツイート等で希望をお寄せいただければと思っております。それでは今回はこの辺で、さようなら。